おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、こちらの動画ですね、こちらの作品をお見せしようかなと思います。肖像画ですね、肖像画を頼まれて描いたという作品なんですけれども、グレーズと、描き込みというところをある程度こう特化して、そこのところをしっかり見ていただければ、油絵の特性ですね、油絵ができる表現というのをぜひ楽しんでみてみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。ちょっとこうもうインプリマトゥーラという作業までしてあるんですけども、白味と呼ばれる下地に、インプリマトゥーラという茶褐色ですねを塗って、各部分だけ今は完成油というので、濡らしておきました。何を描くか全く分かんないでしょ、この段階ね。で初めは、顔とかはグリザー油と呼ばれるもので描いていっております。白と黒で描く技法をグリザー油っていう風に言うんですね。白と黒で、そこから着色をしていった時にこの、黒とかがどちらかというと寒色に近いような感じになって、うっすら透けて見えてきて、人間の肌らしくややこしいこと言われてる。付き合ってくださいね。で今までもこういう描き方ずっとお見せしてきてますので、そういったものも参考にしていただけると少しずつ理解ができていくのかなという風に思います。17世紀のオランダの画家レンブラントっていう人がいますけども、僕はすごい好きな画家で、レンブラントの描き方に近いような形で描いていっていて、全く当時と同じ素材とかはね揃わないので、よく言われるんですけども、本物見たらやっぱりすごく筆致とか物質感みたいな、今ちょっと画面が光ってしまってますけど、途中からちゃんと消えますので、ちょっと初めだけご了承ください。もっと見やすくなりますので、窓を閉め忘れてたこととかがあってですね、もう窓閉めんといかんというね、動画撮るときはやっぱ部屋をある程度ですね、窓の光が映ってしまうという。で初めのここからですね、普通に見えてきましたね。で物質感みたいなのをしっかりとつけておいて、でそのしっかりした物質感を際立たせる。物質感っていうのは絵肌とか言いますけど、マチエルっていうふうに言いますね。絵肌のことをマチエルというふうに言います。でその特に明るいところというのにインパスト、厚塗りを施していくということで、そういうところに絵の具が刷り込まれたりとかして、絵の具の物質感っていうのはより際立って、すみません、もじゃもじゃパーマがずっと映ってますけどね、かなり近くにカメラを置いて撮っていますので、かなりアップで、叩き筆で少し鳴らしていったりとかしていきます。かなりアップで見せます。最後の方なんか特にその、絵の具の物質感っていうのが初めにこのつけた段階というのを合わせて見てもらえると、もう本物見たら一番わかりやすいんですけどね。この作品はもう肖像画でお納めするので、皆さん見ることはできませんけども、またね大きな回顧展なんかがいつかあったらそういう時にお見せすることができるかもしれませんが、先日佐賀県立美術館というところで、2022年はいろいろありましたけども、一番大きかったのは佐賀県立美術館というところで個展をさせていただいて、1万5,000人以上のお客様に見に来ていただいて、でその中で、こういったお仕事ですね、ぜひ肖像画をと。ただ僕はあんまり女性を描くのが得意ではないので、得意ではないというかですね、ある程度リアリティを持って描くので、いろんなものを描いてしまいますよということを条件にお受けした、ことでございます。僕にとってはそういうのもそういうのですごくやっぱ面白いので、ある程度受けれる仕事は受けていこうかなというふうにしていっているわけなんですけども、ある程度ですね、やったことないことやるってやっぱ面白いんですよね。画業20何年ぐらい経って、やっぱり今までに書いたことない、特に女性の方、まだまだ若い女性ですね、お綺麗な方ですよね。で僕のファンでずっとファンでっていうことでいてくださってる方なんで、ぜひぜひじゃあやりましょうかということで、今回お受けしました。もうかなりカメラを近くまで寄せて皆さんが横から見ているような感じかもしれません。頭がいっぱい映っていて申し訳ないなと思うんですけど、絵の具が乾かないうちに一層目である程度描けるところまでやってやるでっていうのが僕のスタイルですね。でも絵の具というのはやっぱり構造を作っていった時に深みとか出てきたり複雑さというのが出てきますので、絵の具の構造みたいなのをやっぱり作っていくということを少し覚えられるといいかなというふうに思います。
でよく白を僕はシルバーホワイトとチタニウムホワイトというのを1対1ぐらいで混ぜて、それにスタンドオイルというのを混ぜます。またややこしいこと言われたな。今日はグレーズやったり、インパスと厚塗りやったり、あとは、今言ったスタンドオイルというのを混ぜて、ねちょーっとさせる絵の具を使ったりします。スタンドオイルっていうのは、完成油と呼ばれるリンシードまたはポピーオイルというのがあるんですけど、リンシードと呼ばれる乾く性質の油はもう高校生中学生には分からんって逃げんといてくださいね。頑張って聞いてみて。油絵の具っていうのはこれを扇形の筆でちょっとぼかしたりね、柔らかいファンの筆でねぼかしてみたりとか、乾く性質の油っていうのが完成油と呼ばれます。乾く性質で、油絵の具というのはこの乾く性質で練られている、顔料と呼ばれる色のついた粉ですね。例えば土やったら土とかですね、炭かもしれます。炭とかもありますし、でこれね、ちょっとねちょっとさせてるこのスタンドオイルで練り合わせたものにちょっと色を混ぜてちょっとグレー作って、これもよく聞かれます。こう書いていてねちょっとさせておいて、それを絵皿に少し出して、これは洋服がすごく素敵なお召し物だったので、ちょっとすみません手ぶれをしていますけども、この洋服の柄みたいなのを描くときにちょっとねちょっとした絵の具、これねちょっとした絵の具ですね、これを使いながらねちょっと少しずつ絵の具をモデリングっていうんですけども、インパストとも言いますよね。モデリングですね。少し厚く塗っていく。すみません、髪の毛にピントがあったりとかしていますけども、この辺のオート機能をどうやったら解除できるかがよく分かっていないんですけども、少し厚く塗っていくということをして、後でこういうのを削り出したりします。ちょっとずつ絵の具をなんか乗せるように描いていく。これはマチエルというものです。すみません。ピントがね、申し訳ないね。で、こういうなんていうんですか、すごいアクセサリーですね。素敵なアクセサリーですね。もうしっかりと、写真を見ながら描いていっておりますけども、しっかり絵の具をこういうところモデリング、をしていっております。てんと。で、1層目。もうこれぐらいまでいきました。1層目。で、ここからグレーズとかっていうのが少しずつ出てきますので、これはちょっと完成油と、ちょっと茶色と青を混ぜたようなの。それで指ですり込んで、凹凸面の中に絵の具が入っていくような感じにして、で、その完成油で、全面を濡らして、描くとこだけでですね、で濡れた状態で滑らせて描いていく。油絵の具っていうのはもうまだちょっと足らんかったですね。僕の中ではなんか弾いてるなとか、だからもう一回塗り直しました。だから目のとこに白いのがね、でそれをティッシュで拭き取ってちょっと弾いたりします。弾いたりした時はもう一回ぐらいやってみて、完成油分を減らして、でかなりこれ拭き取ってます。よく僕はもうポピーオイルだけでやってますけども、ポピーオイルと絵の具に混ぜ合わすのはスタンドオイル。こういったのもいろんなプロの先生たちが結構自分の技法を紹介していってます。僕はもう多分すごく一般の人にはやりやすい、分かりやすい方法の方だと思います。そんなに画材とか使わないので、溶き油とかももうどんどん減らしていて、昔は断丸樹脂溶液とかね、スタンドオイルとかそういうのを混ぜて使っていたんですけども、どんどん僕はもうなくなっていって今、揮発精油、先ほど言ったのが完成油と呼ばれるものですけども、揮発性油と呼ばれるテレピンまたはペトロールっていうのがあるんですけども、こういったのも全て動画で紹介しておりますのでね、合わせて初めて見るっていう方は見ていくとだいぶ油絵の具が分かってくるんじゃないかなと思います。で、揮発性油と、あとは樹脂と、この大きく分けると3種類があるって考えたらいいかなと思います。で、その完成油は僕はポピーオイルというのを使います。で、揮発性油はテレピンっていうのを使います。で、樹脂は今ほぼ使わないですけど、アルキド樹脂と呼ばれる速乾剤みたいなのを使うこともあります。もうどうしても締め切りが間に合わんとかなんかっていう時とかはそういうの使ったりしますけどね。だからもう大まかに合わせてそれですね。で、スタンドオイルっていうのは完成油の一種類です。完成油の一種類で、そのポピーまたはリンシード、リンシードが多いですけども、それを少し加熱10号って言って少しですね、加熱して、乾燥を促進した状態、ちょっとねちょっとした状態にしてあるのがスタンドオイルというふうに言います。完成油の一種だと思ってください。
でそれで、絵の具に練り合わせたりするとねちょっとして厚塗りを塗りやすくできるという画材でございます。ちょっとそういったものもこう併用しながらですね描いていくわけですね。溶き油っていうのよくペインティングオイルっていうのを売ってますけれども、自家製のペインティングオイルって作ることできますのでね、ペインティングオイルしか使っちゃダメだっておっしゃる先生もらえるかもしれませんけど、僕はね自分で調合されてもいいんじゃないかなと。売ってるものが悪いわけではないですよ。でも自分に合ったねなんか自分の描きたい絵って本当みんな千差万別、みんな違いますよ。十人十色、いろんな言葉ございますけどもね。で少し厚く塗っていってます。もうちょっとするとそのグレーズっていうので効果がより分かりやすいところ出てきますので、こう2層目を今描いていっていますというところをお見せしていってますね。だからその辺までちょっとしっかりお付き合いいただけると、確かに絵の具の凹凸にね。でもやっぱこう写真見たいと言われはするんですけど、本物見たらすごい筆致が残っていてとかって言われます。僕は結構筆致も残しつつ描いていきます。若い頃はもう全ての筆致をなくそうぐらいのなんかこう別に潔癖症でもなんでもないですけど、なんかそういうところあったんですけども、今はそんな風にあんま思わなくなってきて、絵の具の質感みたいなのがうまくこう引きで見たら引いてみたらうわ絵の具が何回見えるっていう感じになって、寄ってみたらやっぱ絵の具やったみたいなのが好きになってきました。年取るとねやっぱ好みって変わってきますもんね。なんかねでちょっと細かい描写もしつつ2層目で少しこう深みも出てきてですね、絵の具の構造も出てきて、やっぱ絵の具の厚さみたいなのもだいぶ変わってきていったりしています。今回はここの部分、顔の部分と洋服ですね、洋服の部分もお見せしていきますので、洋服の部分がよくどうやって描いてんのとかここって聞かれますけども、それも全部お見せしますね。ぜひぜひそういうところも真似したかったら皆さん真似してもいいんですけど、自分で応用できるともっといいんですよ。こういう使い方して、こういうことできんや、じゃあもしかしてこういうこともできるかもなという実験を自分たちでしていくと、自分のオリジナリティみたいなのになってきますので、自分のそのオリジナリティみたいなのを見つけるということがすごくこう大事になってきますしね。そういうのを見つけれるとやっぱ強いですよね。この人しかできへん技法があったり、この人しかっていうの、私なんかねそういうの全部これそれでこう今一旦グレーズという作業ですねしていってます。ちょっとシロップに入ってるからスカンブルとも言いますけども、とにかく完成油で一回濡らしておいて、でもうこうベターっとこうしっかり面を作るというかですね、塗ってで指ですり込んでということをしていってます。これだと不透明感があるからスカンブルという作業になるかもしれませんね。僕はこうなんか初めにそのいろんな絵を23歳ぐらいの時にヨーロッパに遊びに行った時に油絵ってこんなできんやと非常に思いました。なんかこう当時はまだ1995年6年7年2000年前ぐらいかな。そんなに写実的なっていうのはブームでもなく、今はすごく写実的なブームが日本は長らくあるんですけども、そういうのもなくて、だから自分なりにこうなんか見つけやんと思った時にハンス・ホルバインっていう絵描きさんの絵見た時にうわこの絵の具の使い方っていう風に思ったのを覚えてます。今もすごい好きな画家さんです。ハンス・ホルバインっていう。で2層目が終わりましたと。ぜひね、機会あればハンス・ホルバインっていう絵の具会社がありますけども、そちらの。で、ほら、これ紙やすり何番ぐらいかな ?400 番から240番ぐらいかな、ちょっと粗めかもしれないですね。真ん中からちょっと粗めので、要は絵の具が重なったことによって、それを削り出すということができるわけですね。そうすると下の明るい、柄みたいなのが削り出てきました。そしてこう顔のあたりとかにちょっと、移っていきますけども、今こう完全に弾きまくってるんですよね。またグレーズという作業をしてます。かなり弾いてる。さあどうしようかなと思ったら指ですり込んだりティッシュで拭き取ったりまた塗ったりとかすると弾きが収まってきます。ということはこの前要は2層目塗って今3層目なんですけど、完全に乾いてないとできないんですよ。だから乾いてないとできない作業と乾かないうちにできる作業っていうのがあるわけですよね。で油絵の具っていうのはそういうふうに、乾いてまた重ねて何十層何百層でも塗っていきます。でちょっとこう白っぽいので今グレーズした後に塗りながら
4層目で本格的なグレーズというのに入ってきます。まだこれスカンブルという作業をしていっていますね。だからスカンブルと、これは釜油というグリーザー油白黒からちょっと単色画に近くなってきましたね。血色みたいなのはないけど絵の具のモデリングという作業を繰り返していきます。だから1週間ずつ間ぐらいを空けていかんといかんので、完全に描くのに1週間ぐらいかかりますから、1週間ずつ間を空けてまた描いてまたグレーズしてまたモデリングしてとかっていうことで、要は本当に何回も何回も間を空けていかんとできないんですね、私の作品というのは。よく言いますけど、絵の具の構造っていうのがちょっと油絵を描いてらっしゃる方たちはちょっとできるようになってくると、もちろん一発で描いていくのはアラプリマっていうふうに言うんですけども、それはそれでいいと思うんですけども、ちょっと自分が伸び悩んでるなとか、ちょっとうまくいかんなっていう人は頑張ってこの間の作業、この重層構造と呼ばれるグレーズとかっていうのとかを少し覚えていったりすると多分よくなんのになっていう人は結構います。アラプリマですごく例えば、上手な人で言うとフランス・ハルスっていうレンブラントと同時代に活躍した人がいるんですね。フランス・ハルスとかですね、最近の作家さんとかやったら例えばマネとかもそうかもしれませんよね。最近と言っても印象派前後やからマネとかもそうかもしれませんしね。ベラスケスなんかっていうのもアラプリマ的な部分って結構あるかもしれませんし、もっとちょっと新しいとこ行くとジョン・シンガー・サージェントとかね、いろんな作家さんいるもんでしょ。それは一発書きですごいね、的確にベベッと書いていくような作家さんですけど、僕なんかはそんな上手じゃないから、なんとか構造を作ってですね、絵の具の複雑さを作っていくと。でそういう絵の具の複雑さを作っていくと、やっぱり深みも出てきますし、油絵の具の特性の持ってるアラプリマでもちろん特性の持ってる伸びやかさみたいなのを生かして描くわけなんですけども、また違う特徴の構造を作るとか、透明の絵の具をかけるとか、不透明の絵の具をかける、厚く塗るとかっていうことを、複合的にできる。油絵の具っていうのはそういうことができる画材なんですね。で、日本に入ってきた時は明治期に、入ってきて、やっぱり黒田清輝という人がすごく影響力を持って、印象派以後の要は技術とか印象派以降ですね。だから黒田清輝というのは紫派というふうに呼ばれますけども、その前まではね、旧派とかヤニ派とか嫌ですね。そういう風にね、名前つけられるとね、それ以前っていうのは高橋由一っていう人を代表格に百武兼幸健康先生とか、佐賀の出身なんですね。だから岡田三郎介という、新派の代表格的な、黒田清輝のお弟子さんにあたる人もいれば、ヤニ派の代表作的な百武兼幸先生がいたりとかね、両方ともなんか1年後輩やったり1年後に留学したりとかでね、すごくね、教科書に載っていたりするけども、やっぱり高橋由一の鮭なんていうのは本当にもうアラプリマの代表的なね、完全に乾燥後完成でグレーズし、ここからグレーズしていきますよ。代表的な作家さんも新派の代表的な黒田清輝のなんかちょっとね、その辺が渋くなっているというかですね。でもすごく岡田三郎介先生なんかは非常に、百武先生も好きですけどね、黒田清輝じゃなくて高橋由一の記念館みたいなのが香川県でしたっけ、間違ったらすみません、今適当に話しました。僕も一回見に行ったんですけどね、あるんですけどね、あそこ行くと、油絵の具を初めて本当に日本で屈して描いた人なんやなっていうのが分かってですね、すごく感慨深くなりますよ。豆腐絵にすんねやみたいなねとかね、なんかありますよ。だからね、その四国の方行かれたことない人、ぜひコンピラ山でしたっけコンピラ山のところにあるんですよ。僕すごい感動しましたよ。やっぱね、こういうモチーフを描いて、この絵の具がまだ油絵の具と呼ばれるものが全然なんていうかわからん時に必死になって習得しようとした。僕は結構ひねくれ者なんで、なんか古いものから見出そうとしていくというかね。でこれグレーズしてってますね。わかりますか？茶色はイエローかみたいな色かですね。赤は、何やったかなこれね、マゼンダみたいな色とか、カドミウムレッドみたいな半透明から不透明に近いようなものもやってきます。だからなんか透明色だけでやりなさいっていうわけではないんですけども、ちょっとそういう風にしていったりとかしていって、それで、ある程度濡れたら、今不透明の絵の具で、描いていってますもんね。
ちょっとねだからまあ黒田清輝も嫌いじゃないですよ、好きなんですけどね、岡田三郎介先生、黒田先生の審判に対して旧派である。だから旧派の結構ねと呼ばれる人たちの中にもいい作家さんいっぱいいるんですよね。まあ、呼び方ってねなかなかね面白いもんでしょ。ね、こんなとこで言うと怒られるかもしれないけど、例えば日展っていうのがあってね、日本だと日展もともとは文部科学省の主催のね、日展っていうのがあって、でその中からこういやいや一家っていうのが日本画なんですね。で二家っていうのが油絵、日展の中のですね、文部省なんとか美術展でしたよね。すみません、正確な情報を出せよという話なんですけども、皆さん勉強されると面白いと思いますよ。でね、白馬会っていうのがあったりとかですね。でじゃあその二課って呼ばれるのの俺たちが本物の二課だっていうことで二課展っていうのが、で二課展って皆さん知ってらっしゃるね、名前聞いたことあるかもしれませんね。芸能人の方とか出されている本物の二課だっていうふうに分かれていったのが二課展とかで、そこから二期会とか、まあ、例えば日展の中でもこういう会があったりこういう会があったりとかっていうので、まあですね、交風会とかどこが大きい投稿会とかかな。でまあ二課会の中から二期会とか独立美術協会とか分かれていったわけですね。なんかそういうの面白いですよね。そういうのも知っておくとですね、まあ、日本の美術史みたいなのをちょっと知っておくだけでも案外面白く見えてきたりしますよ。まあ、今なんかだいぶその辺がなんかこうね会の目指していく方向性みたいなだいぶいろいろ幅が広くなってきてるのかもしれないですけどね。そして叩き筆で叩いて色がある程度こう着色されていてグレーズというところですね。でもう一回やります、グレーズ。やっぱり結構その辺しつこくやります。でチラチラと赤みがかったの見えたりとか、下の方で初めに塗った黒白に近いようなものも塗れたりとか、そして今絵の具の子はインパスト、すみません髪の毛がねちょいちょいもじゃもじゃパーマ丸坊主にしましょうかね。もう丸坊主にしてもいいねあれなんでもうしましょうか、職業なんでね。髪の毛がチラチラ映ってすみません。これでもだいぶ頑張ってカットしたつもりですけどね。でちょっとこう細かい描写、やっぱりかなり近くに寄って描くからどうしても映り込んでしまいますよね。髪の毛が申し訳ございません。そして細かい描写、絵の具をこう動かすように描いていくという感じでですね、僕はでもまあなんかこう当時よりもやっぱり色の幅とかもすごく出てきたからですね、まあ、レンブラントの時代とかに比べると色の幅も出てきたからだいぶ変わってきますもんね。そういう美術史の日本の美術史の歴史みたいなのを学ぶとまたそれはそれで面白いですもんね。なんかね勉強になりますよね。なんかこう何々会に所属してますとか僕もね個展してたら言われるんですけど、あそうですかっていう感じなんですけど、僕はそういう所属がやっぱりどうも僕のこうなんていうか気質なのかあんまり得意ではなかったというかですね、なんかお友達はいるんですけどね、なんか馴染みきれないというね、なんかそういうところがあったように思います。まあそういう画家って多いと思うんですね。そういう方、僕の YouTube 見ていらっしゃる方も結構いるかもしれませんもんね。でこうちょっとずつ描き込んでいきました。でも今こうやってねいろんなところに所属せんでも発信できる時代になってきたっていうのはすごく恵まれているなって僕は思います。昔やったらやっぱなんか団体に所属せんといかんかなとか、どこどこの画廊で個展せんといかんかなとかっていうのがあったと思うんですけど、今はねいろんな自分たちのプロモーションの仕方みたいなのがあったんで、おそらく僕はピカソなんかが生きていたらこういうYouTube やってたやろなとか、ゴッホも僕はやってたんちゃうかなと、それぐらいハングリーな人たちって自分の発信みたいなのをすごくこうね考えて言ってたんちゃうかなと僕なんか思いますよね。こう結局これもアーカイブっていうので残るなんていうのはねすごい時代ですよね。昔やったら本とかに載ってね日本にこう印象派が紹介された白樺っていう雑誌があるんですけど、そういうのに紹介されてて、でも本っていうのもね見ようとせんと見れんけど、今はこういうの動画とかでも SNS でも見ようとしたら簡単に見れるわけですよね。取り寄せたりする必要がないという時代になりましたからね。なんか本当便利になってきたなっていうふうに思います。僕は伝えたいのは別にこう書けじゃないんですよね。こういう書き方もありますよということでちょっとお伝えしていきたいというのがあって、でそうやって美術館に行ってみてみると、これって初めはそういうことじゃなくて、例えば皆さんなんかは
ね、タイトル一生懸命見て、その後絵見て、タイトル見て、一生懸命見てとか、文字一生懸命読んで、もうなんかいっぱいお腹いっぱいになったわっていう感じかもしれませんけど、僕なんかは本当にこう気に入っただけタイトル見たりとかするようにしてます。だって無理ですもん。覚えれへんし、僕なんかは展覧会行ってもそんな頭良くないから。でも大体のこう展覧会の流れみたいなのをなんとなくカタログとか、カタログじゃないな、パンフレットとかチラシとかありますよね。で、あれでこう見ておいて、でその中でも今回の展覧会の目玉となるのどんなんかなとかっていうのをちょっと見ておいてとかしたりとかしますよ。結構面白いのは、例えばレンブラント展みたいな、レンブラントが来るみたいな展覧会とか見に行っても、すごくいいものももちろんあるんですけど、まあまあなものもある時あるんですよね。で、うおって思ったりする時とか、例えばその作家さんによっては、この時そういや奥さんとレンブラントやったらね、あんま良くなくて死別して、調子も悪かったから、もしかして、そして 4層目5層目、はい、5層目か、グレーズをしていきます。ね、これはコバルトバイオレット、最後はコバルトバイオレットで感性油だけでグレーズしていくんですけど、でそういう時代のものとか見ると、あれってで、例えばこれもしかしてお弟子さんが結構書いてるかもなとか、僕そういう見方もひねくれてるからですね、お弟子さんが結構書いてるかもなとかっていうのを見えたりとかしますよ。って感じかもしれませんけどね、これはこの作家にとっての全盛期の時かもしらんなとか、なんかこうそういうのってなかなか分かんないじゃないですか。もうお名前だけでもこの作家は素晴らしいなと思ってね、見てしまうかもしれませんけど、いやそういう見方じゃなくて、常にね絶好調なわけではないかもしれないし、逆にチャレンジしてる時もあるかもしれないし、代表作的な雰囲気じゃない作品があったりする。でもそれはなぜこういうチャレンジをしたのかなっていう見方をしてあげると、非常にグレーズをした後に、ちょっとこうスカンブルっていう作業をしながら、ちょっとこう半透明の絵の具をつけながら不透明でベタッと塗ったりとかということをしました。だからそういう美術館に見に行ったりするときも、そういう見え方すると非常に面白いんですよね。僕はそういうの好きで、なんかこうね、例えばいろんな展覧会とかも含めそうなんですけど、この先生はここの大学出身で、こういう先生に教わったんやな、だからこういう感じやなとか、もうそこまで見るというひねくれできった性格の持ち主でございますけども、ちょっと不透明な絵の具を置きながら、密度を上げて、完成へと向かっていきました。今日はちょっと脱線もよくわからん話になってきたと思うんですけども、美術史っていうのはもちろん日本の中にもあるし、西洋のもちろん中にもあって、私がやってる作業っていうのはどちらかっていうと印象派より前の仕事なんです。でもそれってやっぱりこう長年積み重ねてきたものの一つの絵の具の構造みたいなのの使い方みたいなのがやっぱり理にかなっているんですね。西洋っていうのはやっぱり光をボンとこうね、光の文化というかですね、で影の方っていうのは少し絵の具が薄くなっていって、日本画っていうのは逆にね、影の方とかの線とかを入れていったりしますけどね。ということで、だいぶ明るいところを中心に描いていって、そういうところをお見せして、洋服のところのディティールとかも最後お見せしていこうと、ちょっと長い動画になりましたけども、お付き合いありがとうございます。ね、どうですか、面白かったんじゃないですか。グレーズしたり、こう指ですり込むなんてもね、よくやりますよね。ね、でも本当にこう反射光とかちょっと暗くなりすぎてきたら少し明るくしてあげようかなっていうことをしてみたりとかしていってますね。こういう肖像画とかのねお仕事、本当個展をしていていくつかいただいてね、時間かかりますけどいいですかみたいな感じでお話しして、受けたりして、新しいチャレンジを、これのちなみにこの背景にあるところっていうのは岡田三郎介先生のアトリエということがまた今日のお話につながってくるわけですね。佐賀県立美術館の奥のところに、恵比寿というところから遺跡じゃないな、移してきた移築です。すみません、移築してきたんですね。で、こういろんな活用法をしていこうということで、で僕もここでじゃあちょっと個展期間中絵を描こうということでこちらで撮影して、このもね知り合いの女性ですね、本当に私のファンでありがとうございます。本当にこの間この方からシャインマスカットいただいたんですけど、めちゃくちゃうまかった。あれはすごいですよ。世界一うまいんちゃうかということでですね、眉毛を最後描いていきながら、ちょっとディティールいろんなこう洋服なんかね最後全然見せてなかったんで、洋服とかの描き方とかも少しお見せして、こういう描写みたいなのも最後お見せして、ここまで見せんのかっていう感じかもしれませんね。どうですかね、描けるもんなら描いてみろみたいな感じでございます。
はい、性格のひねくれたおじさんの YouTube チャンネルでございます。ねえ、もうなんかね、で、やっぱこう、もう写真見たいって言われるかもしれませんけど、やっぱ絵の具のこう、透明感ある、不透明感あるとかっていうのは写真にでは出せないですね。ところですね、最後こんな細い筆でチュン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 まち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 まって描いていって、いってます。どんな色を使っているのかとかも他のところでも結構お教えしてますしね、筆のあれもお教えしたりとかもしてますし、よかったらチャンネル登録いただいたり、メンバーシップ会員になっていただいたらもっと細かいとこまで教えてたりもしますのでね、よかったら登録いただければなと思います。メンバーシップ会員登録いただいたらそういう細かいもっとマニアックなとこもお教えしますよ。ということで唇も描きながら、だいぶねこう密度が上がってきたなという感じがどうでしょうか。油絵の具というのはこういうふうに、構造も作っていきつつねできる画材なんだなということを理解いただければ、乾かないうちに描いていくと周りと混ぜ合わせることもできるねということで、もう最後こんなんですよ。もうこんな感じ、毛先の毛先に絵の具をここはね描写するっていうところをお見せして、艶を描いていくときにほんの少し絵の具をね毛先にペンとつけてこういうとこチュン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 って置いてるか置いてないかわからないぐらいです。わあ細かいわーって感じでございますよね。この辺っていうのはもう本当に慎重にやりながら1ミリずれるだけですごく印象が変わりますので、よく離れて見たりとかしていってます。動画ではね全部そういうのカットしますけど、もちろんね細かいところ微妙なこんなデッサンとかの動画とかも参考になるかもしれませんよね。ほんの少し色をつけていくだけで、油絵の具っていうのは明るい色で描いていく方が僕なんか多いです。7割方明るい絵の具で描いてんちゃうかなと。じゃあ暗い色はっていうと結構下の色を塗り残しながら、描いていっています。下の色を塗り残しながらそういうのを描いていくっていう風にしていっているということでございます。でこの辺の目のねこの辺なんかこうどこまで描けばいいかなと思いながらね難しいところなんですけど、ある程度ねやっぱりこう描いた方が僕はいいのかなと思いながら、今回は特にですね、そして髪の毛とかもこう描いていってます。シューッとね細いこういうのどういう筆ですかとかそういうのも全部動画に上げてますよ。ね、遠慮なくこうまた分からんこととか質問してもらえたらと思います。コメントとかもいただけたらありがたいなと思います。こういうのっておじさんねやる気が出てきますのでね、皆さんからねアイデアとかをいただいて、やっぱりですねこの YouTube は皆さんのお力によって成り立っているチャンネルでございます。髪の毛をシュ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 髪の毛を描くという動画も上げてますしね、こういうところ細かい描写をチュン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 とね塗っていってますね。細かいですね。もう本当にこう細かな仕事をしていきながら密度を上げながら完成へと向かってきました。ね、いつ終わるんですかっていうのも難しい質問ですけどね、もうある程度このぐらいで、大体このぐらいまでにって言われた大体このぐらいまでに僕は仕上げるタイプですね。もうね、恐竜が叫んでいますということですね。恐竜くんが叫んでます。ちょっと音声もこうそのまま入れておきました。指ですり込むね瞬間とかも入ってたんじゃないかなと思います。こう最後はこんな風にグレーズして削り出して、ちょっとまた影も描いて、そして最後もまたこう少し絵の具を厚く塗ってちまちま描いていきました。30分近くお付き合いありがとうございました。ぜひ完成まで見ていただければと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。本当にこうできたマチエルに対して指ですり込んでいって、そこにこう凹凸に絵の具が入っていくことによって絵の具の凹凸が盛り上がって見えてくるみたいなところっていうのは油絵の具の特性ですので、ぜひぜひこういったことも活かして描かれるとすごくぐぐっと絵が大人っぽくなりますので、ぜひ頑張ってやられてみてください。それではまたよろしくお願いします。なんで歌がしてくれ。ママ、やっちゃいましょう。バイバイ。バイバイ。
バイバイ。